見ただけで旅気分、日本の温泉。ご覧いただきましてありがとうございます。今回は2024年9月5日、星野リゾート界ブランド岐阜県初進出24店舗目となる界奥飛騨にやってきました。岐阜県奥飛騨温泉郷は雄大な北アルプスの名峰に囲まれ、その山々からもたらされた温泉の湯量は日本屈指。山々が新緑に映え、紅葉に色づき、雪景色に抱かれる。四季折々の美しさを感じ、癒しの時間が提供される。いろり旗を思わせる古材を使用した料理の盛り付けで、飛騨牛や地元食材を使用した奥飛騨らしい旬の懐石料理。界奥飛騨のご当地学は1300年以上にわたる飛騨の匠の歴史に触れる飛騨の匠体験。界奥飛騨の湯守より奥飛騨温泉郷平湯温泉の歴史と泉質や効果的な入浴法を学びます。奥飛騨山彦体操も楽しい体験でした。海外からも大人気、飛騨高山からは車で1時間くらい。魅力的な体験で記憶に残る旅になる界奥飛騨の滞在を詳細レビューしております。しっかりお伝えしたく長い動画ですが、お茶を飲みながら作業をしながらでも伝わるようナレーションしております。見て知ってとことん楽しめるよう最後までご覧くださると嬉しいです。こちらは界奥飛騨の通りの向かい側、平湯民族博物館です。お隣には平湯神社や無料の足湯サービスもあります。界奥飛騨の見どころが満載で一緒にご紹介することができませんでした。界奥飛騨からすぐの観光は別動画でご紹介する予定です。平湯民族博物館脇、こちらは界奥飛騨第2駐車場、そして正面に第3駐車場、こちらが第1駐車場です。星野リゾート界奥飛騨に到着です。正面がフロント、すでにスタッフの皆さんが駐車場でお待ちでしたが、ちょっと行ってみます。とても印象深い作り。この木目の道は川をイメージされているそう。こちらは噴火によりできた何層もの地層がイメージされています。天井から吊るされた木工で平湯大滝を表現されているそう。そしてこちらの椅子は川辺の岩を見立てているのだとか。ここだけで強いこだわりを感じます。映像では分かりづらいのですが、壁面には夜空に光る美しい星たち。界奥飛騨での滞在がすごく楽しみになる雰囲気です。奥飛騨らしいお土産物が盛りだくさんのお土産どころはまた後ほどご紹介します。界奥飛騨は4棟からなるお宿。まずサクッとご紹介しながらお部屋に向かいます。フロントへはこちらの入り口も使用できます。右手の建物、こちらは大浴場。左手の建物、第一駐車場前、宿泊棟、東館と食事処。こちらは離れ棟、トラベルライブラリーと宿泊棟は西館。
こちらの庭園には足湯が設けられています。こちらのスペースでは翌朝山彦体操の体験ができます。足湯は滞在中ずっと使用可能です。この日は気温が高かったのか40度設定ですが、とても暑かったです。星野リゾート界奥飛騨の建物はこの坑道を挟みぐるっと構成されています。天候の変化で過ごし方に工夫が必要ですね。それでは客室に移動します。左手側にはお食事どころがある東館がございまして、お食事こちらの1階でご提供させていただいております。入り口となっておりまして、フロントとショップとはまた違った入り口となっておりますので、お気をつけください。あちらが離れ校でございまして、本日の22時まではご当地学ルームとしてご当地学を行っておりまして、明日の朝ですね、こちらはトラベルライブラリーとして旅のまつわる書籍やお茶やコーヒーをお楽しみいただけるスペースとなっております。はい、こちらが本日お泊まりいただく西館西棟でございまして、こちらは宿泊棟西館。すごく暗く感じます。入り口が奥に2箇所ございます。本日のお部屋がこちらの106号室でご用意をしております。お待たせいたしました。ホームページの写真通りのお部屋です。改めまして本日界奥飛騨お越しくださりまして誠にありがとうございます。こちらのお部屋がご当地学ルーム飛騨木の間でございまして、奥にございます間劇をモチーフにした飛騨の伝統技法間劇を利用したお部屋。したり、こういった飛騨の匠の技を随所に散りばめたお部屋でございますので、飛騨の技に実際に触れて感じていただければと思います。お部屋の鍵でございまして、こちらを2つお渡しいたします。こちらチェックアウトの際にお持ちくださいませ。お部屋がオートロックのお部屋ではございませんので、外出の際の戸締まりはお気をつけくださいませ。ご予約内容のご確認をさせていただきます。早いお時間ですと7時45分、遅いお時間ですと9時でお席ご用意することできますが、こちらはいかがなさいますか。こちらでお席ご用意いたします。事前にですね、ご当地学本日ご参加いただけるとのことで16時30分でご予約しておりますので、お時間になりましたら先ほどご案内いたしました離れ棟までお越しいただければスタッフがご案内させていただきます。こちらはグラノーラを使用した味噌せんべい、ブナと桜を使用したキーホルダー、売店でも販売されています。後ほど行ってみましょう。最初でございますが、こちらですね、改めて本日分棟に分かれておりまして、4つの用途に分かれております。4つの棟をですね、辻空間という空間でつないでおりますので、ぜひですね、この雄大な北アルプスご覧になりながら辻空間歩いていただければと思います。こちらですね、簡易的な館内図でございまして、こちらは一つずつご紹介させていただきます。こちら本館でございまして、大浴場フロントショップがございます。でチェックアウトのお時間12時となっておりまして、こちらですね、12時前後は非常に混み合いますので、8時から承っております事前生産をお勧めしておりますので、ぜひご活用くださいませ。
でフロントとショップの入り口がこちら側でして、先ほどご案内いたしましたが、大浴場の入り口がまた違ったスロープを通っていただくとたどり着ける場所となっておりますので、お気をつけくださいませ。で大浴場ですね、こちらにはですね、タオル、アメニティご用意をしておりますので、お越しの際はお召し替えのみお待ちくださいませ。大浴場はですね、源泉 100% かけ流しで熱湯をご用意をしておりますので、ぜひこちらご存分にお楽しみいただければと思います。こちらには東館ございまして、1階にお食事処がございますので、本日のお食事と明日のご朝食ですね、この時間になりましたらこちらまでお越しくださいませ。本日お泊まりいただいているのはこちらの西棟でございます。その隣には離れ棟がございまして、こちらで本日はご当地学行っておりますので、16時30分になりましたらこちらまでお越しくださいませ。お茶やコーヒーもご用意をしておりまして、こちらにも岐阜で作っていただいているハーブティーをご用意をしておりまして、朝と夜で出しているもの少し違うものをご用意をしておりますので、ぜひそちらも夜と朝お越しいただければまた違ったものをお召し上がりいただけます。この離れ棟ですね、前には足湯のご用意もございまして、タオルのご用意がございますので、お気軽にお立ち寄りくださいませ。その他の営業時間に関してはこちらに記載がございますので、後ほど改めてご確認お願いしております。改めて当館の温泉の話をさせていただきますと、泉質がナトリウム、カルシウム、炭酸水素、塩化物泉という泉質をしておりまして、肌の汚れをしっかりと落として保湿保温してくれる泉質となっておりますので、保湿保温してくれるので湯冷めがしにくい泉質となっておりますので、ぜひですね、辻空間歩いていただければと思っています。アクティビティがございまして、改めてですね、こちらご当地学、本日ご参加いただく予定のこちらご当地学でございますが、飛騨の匠の技である魔撃をご体験いただけるものとなっております。こちらですね、ちなみに洗面台のところにアメニティを入っている風呂敷をご用意をしているんですけれども、そちらを使って最終的に風呂敷のバッグを作っていただきますので、お越しの際はこちらをお持ちいただければと思います。会では麗し現代当時というものを行っておりまして、2つのアクティビティがご用意をしております。本日の16時10分から中庭ですね、中庭で温泉いろはという温泉の入り方だったり、この土地の魅力をお伝えさせていただく催し物がございまして、こちら参加ですね、ご予約不要となっておりますので、お気軽にお立ち寄りいただければと思います。明日ですね、明日の朝7時10分からは現代当時体操奥飛騨山彦体操という体操を行っておりまして、こちらはご予約が必要となりますので、ご参加希望の際はフロントにお電話いただければと思います。このまま改めてお部屋の設備のご説明をさせていただきます。ではですね、開けていただきますと冷蔵庫がございまして、こちらですね、中のお飲み物は有料となっておりまして、お水の補充に関してはこちらの西棟の1階とトラベルライブラリーと大浴場にウォーターサーバーを設置しておりますので、そちらご利用くださいませ。こちらですね、こちらの温度今40度に設定をしておりまして、変更可能でございますので、常にフロントにお声掛けいただければと思います。奥のブラインドですね、こちらが開閉式のものとなっておりまして、こういった形でお客様ご自身で光の入り具合を調整していただけるものとなっております。一点注意点ございまして、少し開いた状態ですと完全に開く前に引っかかってしまいますので、もし開けられる際はじゃあしっかりと閉じてから開けるようにお願いいたします。じゃあちょっと一度閉めておきます。ありがとうございます。こちらは入り口付近。黒いセッタ。ベッド頭上には魔撃が利用された天井、とても美しいです。半露天風呂はとっても大きいです。温泉の脇にベッドのようにくつろぎスペースが存在します。
この雰囲気のお風呂は初めてです。ここで足湯に浸かるようにお酒を楽しむゲストもいたそう。どんな風に楽しもうかワクワクしながら考えます。40度に設定してある温泉は各部屋で温度の変更も可能です。希望がある場合、フロントまでご連絡ください。ふかふかのマットとクッション、新しいくつろぎ時間です。驚きですが、部屋には窓がありません。扉を開けることにより、とても開放的になります。開けたままお湯に浸かることはできませんが、爽快感です。雨が降ると小川が流れる雰囲気になりそうです。平湯温泉は岐阜県高山市の奥飛騨温泉港にある温泉。毎分約1300リットルの湯量を湧出しています。源泉の温度は90度。泉質は炭酸水素塩泉、塩化物泉。界奥飛騨の源泉は褐色です。こちらを開閉することで光や風の変化も感じられます。こちらは洗面脱衣室。シンクは一つです。間隙を利用したティッシュケース。界ではそれぞれの宿で柄の違う風呂敷が提供されています。こちらも飛騨の匠の椅子です。フェイスタオル4枚、バスタオル4枚。大浴場にはタオルが豊富に用意されています。ドライヤーはパナソニック。こちらはシャワーブース。
星野リゾート界オリジナルケア用品。ゴミ箱も木製です。壁にはフックが3箇所。こちらはトイレ。こちらには冷蔵庫。冷蔵庫内、お水以外は有料です。亀山果樹園桃ジュース500円。ハートランドビール440円。有機甘酒ときめく麹300円。ラッセルホブス電気ケトル。環境に配慮され、ペットボトルは廃止。お水は1階通路、大浴場、トラベルライブラリーなどのサーバーより補充します。引き出しには茶器の用意があります。暖かい色調の湯飲み。ガラスのグラス、温かみのあるティーカップ。生姜湯。曲げ木を利用した壁面は暖かくって華やかです。頭上には調光スイッチ、コンセント。ベッドランナーはシルバーでキラキラしています。飛騨の匠の技を利用した椅子が使用されています。背もたれに曲げ木が使用されています。座面もカーブを描き、美しい形です。飛騨の家具は明治終わりにヨーロッパから伝わった曲げ木技法を木の知識や技術と組み合わせ作られたもの。曲げ木は木が描くカーブがとても美しく温かみを感じます。テレビはシャープ。
丸い紅色のちゃぶ台はお部屋のアクセントになりますね。こちらはひだ染めの生地を使用したクッションです。ロールスクリーンによりプライバシーが保てます。入り口に等身大の鏡があり便利です。避難経路を確認します。こちらはクローゼット。懐中電灯、虫対策グッズ、木製ハンガー、セーフティーボックス、館内着がおしゃれで可愛くってかっこいい。とても気に入りました。素敵ですがしっかりしているのでパジャマには向かないと思います。男女ともにとても素敵です。帯がリバーシブルになっていてどちらを締めても素敵でした。グレーとピンクは相性が良いですよね。パジャマやバスローブは提供されていません。動線がとてもすっきりしています。ベッドはシングルサイズです。ご当地学の時間です。会の全施設で地域の特徴的な伝統工芸、芸能、食などを満喫できるおもてなし統治学が用意されています。こちらは喫煙所です。さまざまな文化体験を通し、その地を訪れるからこそ触れられるご当地の魅力を再発見してほしいという思いを込めています。こちらも壁面に木がふんだんに使用されています。飛騨の匠の技、温泉いろは山彦体操体験は無料です。甲斐奥飛騨のご当地楽は和劇を利用したバッグ作り。客室に用意された風呂敷を持参して制作します。こちらにはコーヒー、ミネラルウォーター、ハーブティーなど提供されています。こちらのカップはお土産どころでも販売されています。ダージリン、安らぎのお茶、穏やかな心のためのお茶。
壁にハンマーなど展示してあります。ソフトドリンクは滞在中ずっと利用できます。ご当地学まで少し時間があったのでお茶をいただきました。飛騨の匠体験もフルでお見せするので、見たくない方は飛ばしてご覧ください。それでは始まりです。では皆様改めましてよう来てくれさった。では本日ご当地学監督会ではそれぞれの地域の魅力をお伝えするために伝統工芸ですとか文化、食などを満喫していただけるおもてなしご当地学を毎日開催しております。太陽飛騨では飛騨の匠体験と称しまして飛騨高山で1300年続いております飛騨の匠の技を知っていただきたいと思っております。平安京が今の京都府に遷都された年でございます。平安京の中に平安宮というこのような建物が当初作られまして、こちらの平安宮、こちらを建設したのが飛騨の匠と言われております。では飛騨の匠について少し詳しくお伝えいたします。飛騨の匠という言葉でございますが、もともとは都に税金の代わりに人材を派遣する制度のことを飛騨の匠と呼んでおりました。後に平安時代以降、日本建築士の黄金時代の一翼を担った木工集団のことも飛騨の匠と呼んでおりまして、つまり最初は、都に人材を派遣する制度のことだったんですけれども、だんだんその職人そのもののことを飛騨の匠と呼ぶようになってまいりました。このように税金を免除されてまでも重宝された飛騨の匠という人たちでございますが、どうしてこの飛騨高山の地でこれほどまでに木工技術が発達したのでしょうか。はい、皆様どのように思われますか。木工技術が発達した理由なんですけれども皆様こちらまで来ていただく間かなりの山道を、抜けてきていただいたかと思いますが、こちらにも記載しておりますように豊富な森林資源、こちらが大きな理由とされております。森林資源の中でも樹種、木の種類がかなり多かったことと、硬くて良質な材質が人々の住む里山のすぐ近くにあったこと、そしてその木を使いやすかったこと、こちらが大きな理由とされております。では少しお話変わりまして、文化の一つ皆様お持ちいただいております風呂敷なんですけれども、こちらも日本の大切な文化でございまして、こちらは室町時代に日本で使われ始めたと言われております。当初は武士ですとか貴族が、お風呂に行く際に布に衣服を包んでいったのが始まりとされておりまして、その後江戸時代になりますと庶民の人々もその同じように布に包んでお風呂に行きまして、その布の上で着替えをしていたこと、風呂敷と布の上で着替えをしていたことから風呂敷と呼ばれるようになったと言われております。現代の生活で使う機会ございますか？なかなかそうですよね、使う機会ないと思いまして、今回このような形で飛騨の匠の技、嘆きという技と風呂敷を合わせまして、風呂敷バッグを皆様に作成いただきたいと思っております。実際に皆様のお手元にこちらの部分、厚さ3ミリの木をご用意しておりまして、こちら一度、お手に取っていただければと思います。いかがでしょうか。触ってみた
見ていただいた感じ、曲がりそうな、折れてしまいそうなこちらの木でございますが、こちらをどのように曲げという形で曲げるかと申しますと、ヒントはお手元の木箱の中にございます。こちらは、木に水を含ませ高温度状態で軟化する木の性質を生かして木を曲げる手法でございます。もう少し詳しくお伝えいたしますと、こちらですね。まず、木を伐採いたしまして、このように製材をいたします。炭素によって一度木にもともと含まれている水分を一度抜いていきます。その後もう一度こちらで曲げるのに適した水分量になるまで人工的に水を加えて蒸して木を柔らかくしていき、このように実際に曲げを行いまして、最後に乾燥して完成となります。一度こちらで水分を抜いてまた水分を含ませる理由でございますが、やはり曲げ木にとって一番大事なことが水分量の微調整でございます。先ほどのこちらで例にいたしますと、やはり外側の方が圧力の関係でどうしても割れやすくなってしまうんですけれども、外側を少し水分量を多くする、このように微調整を行うことできれいに曲げることができます。では実際に皆様お手元に木箱の中から1枚最初の乾いた木と今の水に浸されていた木、音の違いを机など使っていただいて大丈夫でございますので聞き分けていただいてください。少し重たい音がするかと思います。触ってみた感じもいかがでしょうか。少し曲がりそうな、先ほどよりは曲がりそうな様子ありませんでしょうか。では実際にこちらの木を曲げていっていた曲げ木の技術は、この繊維を断ち切ることなく木を丸く製材する技術でございますので、強度に優れているのも一つの特徴でございます。こちらの曲げ型に今出していただいた木を沿わせるように真上から乗せていただき、両手でこのように真上からがっちりと掴んでいただきます。この状態でございます。はい、皆様大丈夫でございます。この状態で真上から下に向かってぐーっと、はい、力を加えていっていただきます。そうですね、立っていただいた方がもしかすると力入れやすいかと思います。ゆっくりゆっくりと曲げていっていただきます。で曲げていただきましたが、その他にも分厚い木材を曲げるときにはこういったプレス曲げという機械を使った曲げ方ですとか、ピアノのフレームのように一部分だけ大きくグッと曲げる場合には、こちらの台輪曲げという曲げ方を使用して曲げております。実際にこの辺り、曲げ木の椅子を作る途中工程のものなどもご用意してまして、こちらも台輪曲げで曲げた曲げ木でございますね。このように大きく曲げることができております。皆様今おかけいただいている椅子も、はい、曲げ木の技術を使った椅子でございます。でございますが、170年ほど前にドイツで誕生した技術でございまして、最初椅子が作られましてドイツで大流行いたしまして、その後100年ほど前に日本にもその技術が入ってまいりまして、飛騨の匠もその技術を使って初めてこういった椅子を作りました。同じ頃秋田ですとか大阪にも曲げ木の技術を持つ会社は存在していたんですけれども、飛騨の匠は圧倒的な品質力で他との差別化を図りまして、やはり木は産地によって水分量ですとか材質が異なりますので、飛騨の木に合わせた機械を一から手作りいたしまして、そういった圧倒的な品質力を武器にしておりました。そういった品質力の高さですとか、職人の誠心性などが知名度を上げるきっかけとなりまして、1968年にはこちらの椅子が皇居に納入されるほどとなりました。またこちらのイラスト見たことある方いらっしゃるかと思いますが、こちらが2016年に伊勢志摩で行われた伊勢志摩サミットの様子でございます。
このように平野匠の技を受け継ぐ職人によって作られましたこういった円卓や椅子が使用されまして、平野匠の精神性ですとか、職人の気概などが世界中に発信される機会となりました。そろそろ皆様の間劇完成いたしますのでお持ちで、こちらの風呂敷を使ってバッグを作ってまいります。一度こちら広げていただければと、一つ結びが2つできるイメージでございますね。角両側を一つ結びでそれぞれ結んでいただきます。このような、このような形でございますね。一番長い辺の端2つの角を折っていただきます。そうですね、そちらの大きさで少し風呂敷の全体の大きさは変わってきますでございますが、全国それぞれの貝でご用意をしておりまして、西だれという模様でございます。貝と皆様の縁がつながりますようにと願いを込めまして、西だれというデザインでご用意しておりまして、貝奥飛騨のこちらのデザインは、豊富な森林資源の山肌をイメージしたお色味でございます。ぜひこの後のご滞在としまして、こちらのバッグ使っていただきまして、その後他の貝に行かれた際もぜひこちらのバックハンドルの部分持っていって、その土地の貝と風呂敷と合わせていただけると大変嬉しく思います。いかがでしょうか。ではきれいに形整えていただきまして、皆様の風呂敷バッグがきれいに完成いたしましたところで、本日のご当地学平野匠体験以上でございます。皆様ご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後、温泉いろはの時間です。こちらもフルでご覧いただきますので、見たくない方は飛ばしてください。皆様お集まりいただき誠にありがとうございます。海奥飛騨の温泉いろは始めてまいります。海奥飛騨の温泉いろはは山岳の雄大さを知る温泉いろはといたしまして、今皆様の目の前に広がっております山々の雄大さでありましたり、温泉の山々の恵みでございます温泉について知っていただきまして、山岳温泉の魅力にぜひ気づいていただければなと思っておりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。では早速ではございますが、私から貝の湯守についてお伝えできればと思います。貝の湯守でございますが、全国に24施設ございます貝で、その土地ならではの魅力でございましたり、文化などを交えながら新しい温泉大会を提案していく温泉の森人でございます。そんな貝の湯守でございます私が、この後貝の奥飛騨の温泉の魅力についてお伝えできればなと思うんですけれども、その前にお気づきの方いらっしゃると思いますので、こちらに白い猿いるんですけれども、こちらの白い猿でございますが、この土地に古くから伝わってきております白猿伝説という伝説に出てきております白い猿でございます。白猿伝説といいますのが、ここ平湯の土地、昔武田信玄が攻めてきた際に、この白い猿が温泉に武田信玄を導いて助けたという伝説でございます。ここ海奥飛騨の近くにございます平湯神社には、その大切に守ってきました平湯温泉の温泉を参拝者にかけながら無病息災を祈るという祭りが平湯神社にはございますので、ぜひ本日もこちらに当館の温泉をご用意しておりますので、その祭りと同じように皆様に温泉をかけて無病息災と皆様の旅の安全をお祈りさせしたいと思っておりますが、ちょっと行きますね顔がちょっと嫌だよという方は少し避けていただいても結構でございますので、ではこちらから参ります。お願いします。
こちらで皆様旅の安全をお祈りさせていただきます。ではこの後海奥飛騨の温泉の魅力についてお伝えできればと思っております。その前に皆様の目の前にございます山々についてご紹介させていただきます。目の前にございますのが標高2000メートルを超えます赤板の山でございます。その左手側、白い岩肌が見える山でございます。こちらが白谷山。その赤板の山の奥にございますのが焼岳でございます。こちらすべて3つで焼岳火山群という火山群を形成しております。今皆様の後ろにございますのが東山。西館の奥には岐阜県の最高峰でございます2797メートルの笠ヶ岳という山がございます。これらの雄大な山々によって囲まれている平湯の土地でございます。ではこの雄大な山々と温泉がどのような関わりがあるのか、温泉と山のつながりについてこの後ご説明できればと思います。こちらのご説明する前に3つのポイントがございまして、山々と温泉のつながり、湯量と湧出時の温度、あとは温泉の泉質、こちらの3つがポイントとなってまいりますので、こちらの3つをちょっとしたクイズを交えながらご説明できればと思います。ではまず1つ目でございます。温泉の湧出時の湯量でございます。そもそも温泉というものは地下水がマグマによって温められて温泉ができておりまして、また標高が高ければ高いほど降水量が多いというふうに言われております。ですのでこういった標高が高くて雄大な山々に囲われているここ平湯の土地では必然的に降水量が多くなりますので出てくる湯量も多くなるというわけでございます。ではここで1つ目のクイズでございます。奥飛騨温泉郷の中でもここ平湯温泉は特に湯量が多いと言われている土地でございます。では1日あたり一体何リットルのお湯が湧き出ているでしょうか。では1つずつ皆様手を挙げていただけますと幸いでございます。では1つ目、10万リットルだと思う方いらっしゃいますでしょうか。今ね100万リットルだと思う方、ありがとうございます。1000万リットルだと思う方、ありがとうございます。正解は実は1000万リットルでございます。こちらが1日あたり出てくるお湯の量でございます。正確には1200万リットルでございまして、奥飛騨温泉郷全体に置き換えてもかなり全国でも有数の湧出量を誇る土地でございます。では続いてのポイントでございます。2つ目のポイントでございますが、湧出時の温度でございます。温度には周辺の火山が大きく関わってきていると言われております。ここ平湯の土地は火山性温泉と言われまして、この辺りの火山、活火山が大きく影響されているとされております。平湯の温泉、かなり特徴的な温度とされておりますが、平湯温泉の湧出時の最高温度、一体何度でしょうかというクイズでございます。では、いきますね。1番50度だと思います。2番70度。
3番90度だと思います。ありがとうございます。皆様鋭い答え3番の90度でございます。先ほどお伝えした通り活火山である焼岳、あとは神田山が近くにある影響で非常に熱いお湯が出ております。では最後3つ目のポイントでございます。特殊な泉質でございますね。全国に環境省が定める泉質10種類ございまして、そのうち奥飛騨温泉港の中では10種類中何種類の泉質がお楽しみいただけるでしょうかというクイズでございます。最後のクイズです。では1つ目2種類、2番目3種類、3番目4種類。ありがとうございます。本日は鋭い方が多くいらっしゃいますのでありがとうございます。正解4種類でございます。奥飛騨温泉郷全体では単純温泉、硫黄泉、炭酸水素塩、塩化物泉の4種類をお楽しみいただきます。ではこの海奥飛騨の泉質でございますが、このうちの2種類をお楽しみいただきます。海奥飛騨の泉質でございますが、こちらにございます通りナトリウム、カルシウム、炭酸水素塩、塩化物泉という泉質でございます。少し長いんですけれども、ぜひ皆様で覚えていただきたいので、ちょっと繰り返し言っていただいてもよろしいでしょうか。ではいきますね。せーの。ナトリウム、カルシウム、炭酸水素塩、塩化物泉。ありがとうございます。ぜひ温泉に入りながら浸かりながら唱えていただいて覚えていただければと思います。ありがとうございます。こちらの泉質でございますが、肌の汚れをしっかりと落としまして、塩分で水分をしっかりと逃さずに保湿するという効果がございます。こういうのような効果をぜひ楽しんでいただきたいので、私ども海の湯守がおすすめする海奥飛騨での入浴法をお伝えできればと思います。全部で7つあるんですけれども、そのうちの2つポイントをお伝えできればと思います。まずは入浴前後に水分補給をしていただきたい点でございます。海奥飛騨の大浴場には、大浴場の湯上がりどころには、湯上がりお酢のドリンクと、あとお茶のドリンクと常温水がございますので、ぜひ入浴前にはお酢のドリンクを飲んでいただいて、入浴後にはお水でしっかりと常温水でゆっくりと体内の温度を下げつつバランスを保っていただきたいと思っております。では2つ目のポイントでございますが、熱湯で効能を楽しむでございます。海奥飛騨の大浴場の内湯、熱湯がございまして、こちらが源泉 100% かけ流しの温泉でございます。ですのでより効能を感じやすい温泉ではございますので、ぜひ入ってる際は深呼吸をしていただいて、より呼吸器からも効能を取り入れて楽しんでいただければと思ってるんですけれども、非常に湯上がりがしやすいお湯でございますので、入浴時間としてはだいたい5分程度、額に汗がにじむ程度おすすめしております。ではここまでが私からの海奥飛騨の、山岳温泉を知るという音声のご説明のパートでございました。このお付き合いいただき誠にありがとうございます。参加者には1グループ1冊お湯印帳がプレゼントされます。お土産どころでも300円で購入可能です。こちら公道でございますので、皆様お気をつけくださいませ。
当館の隣に足湯公園という足湯がございまして、こちらの平湯の湯量の良さを皆さんの足湯も含めまして、平湯温泉なので足湯が5箇所お楽しみいただけますので、よろしければいろんな足湯にご散策くださいませ。あとはバスターミナルとか、あとは平湯の森という施設がありまして、そちらにもございます。さあ先ほど白煙伝説にも出てまいりました平湯神社にも足湯がございます。またあと皆様の目の前にありますのが照らし山でございます。少し眩しいんですけど、輝く山と書いて照らし山でございます。朝とか散歩されますと、なぜ照らし山という名前になっているのか皆様ご体感いただけると思いますので、ぜひ早起きして見ていてください。こちらの鶴屋商店さんの源泉の場所でございます。鶴の湯という源泉でございます。こちらでございます。実際に温泉が湧き出ております。ここの源泉はもともと98度で湧き出ておりまして、ここに出てくるのだともう少し温度は下がってるんですけれども、それでも非常に高い温度でございます。また泉質も特徴的でございまして、当館の泉質ともちょっと違うんですけれども、同じく塩分が入っている温泉でございますので、ここで作られている反対卵という卵があるんですけれども、こちらでも塩をつけずに、つけなくても塩味が感じられる、非常に特徴的な泉質を感じられるものでございます。よろしければ皆様にこちらの反対卵を召し上がりいただきたいなと思ってるんですけれども、ご希望の方いらっしゃいますか？普通のゆで卵と違い、黄身は固まらずに白身から先に固まることで反対卵と言われています。塩も使用していませんが、ちょうど良い塩味を感じ美味しかったです。ありがとうございました。各棟に傘は豊富に用意されています。いよいよ大浴場へ向かいます。海奥飛騨の温泉はぬる湯と熱湯があります。熱湯は源泉かけ流しで体験できます。お天気なのでお散歩がてら移動するのも楽しいです。温泉いろはが記されていて、この場所でも学ぶことができます。イラストもレトロチックで良い感じです。エレベーターもありますが、階段で行ってみます。こちらは湯上がりどころ。青のほうじ茶、飛騨のろう。のむし、蜂蜜とバラ。
イスキャンディー。こちらにも飛騨の匠の技。心地よいクッションと飛騨クッションのコラボです。本当に残念ですが、大浴場は NG です。縁がヒノキのお風呂は長方形。熱湯とぬる湯に分かれていて、熱湯のみ茶褐色の源泉です。洗い場も含め12畳くらいの大きさで、客室のように薄暗い印象です。露天風呂は鎌倉の天井がくり抜かれた感じ。昼は青空、夜は星空で、星が降ってきそうな4畳半程度の大きさです。こちらは客室前のウォーターサーバーです。こちらは館内の説明。気になる箇所を停止してご覧ください。スタッフさんが分かりやすくレクチャーしてくれるので、読むのが苦手な方も困ることはありません。日本語と英語で記されています。辻に分かれた界奥飛騨。天候が良く、夜空とライトアップがとても美しいです。雨や雪の場合、お子様やお年寄り、サポートの必要な方の移動は心配に感じます。銀山温泉のように路面から雪解け目的で水を排出する設備もありませんでした。今後、多くの観光客が訪れることが予想されます。地域ぐるみの改革が必要ではないかと感じました。こちらは大浴場。15時から午前1時、翌朝5時から11時まで利用可能です。公道を挟んで建物があるので、夜間の一人歩きも少し怖い感じでした。こちらは界奥飛騨トラベルライブラリー脇の足湯公園。無料なので昼間はたくさんの人が訪れていました。暗くて見えませんが、小さな小さな滝も見ることができます。以前は日帰り温泉があった場所だそうです。とっても静かです。こちらはトラベルライブラリー前の庭園。
館内の足湯も楽しんでいる方は多くいらっしゃいました。夕食の時間です。界奥飛騨はイベントが多いので、後半のお食事時間がおすすめです。詳細にお届けしたく、長い動画でごめんなさい。個室での提供となります。こちらでもダークな雰囲気、テーブルのみ際立ちます。ドリンクメニューでございます。飛騨地方の地酒やお食事に合わせたグラスワイン、各種ソフトドリンクを取り揃えております。またこちらにございます木箱でございますが、飛騨地方で親しまれてきたいろりをモチーフにしたものでございます。皆様をお出迎えしておりますこちらの人形でございますが、七彦人形と申しまして、自然や食、地球の面を表したものとなっておりまして、詳しい内容につきましてはお献立に記載ございますので、ぜひご覧くださいませ。では後ほどドリンクのお互いに参ります。奥飛騨の地に息づいてきたダイナミックな食文化にヒントを得て、新感覚のお料理が提供されます。なんだかインパクトのあるお顔、陶器でできたお人形、開運魔除け、女性山彦人形です。アルコールは他にも多数ありますが、一部ご紹介します。では改めまして、本日は界奥飛騨へお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日は夕食を担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。本日は山の恵みを使いました季節の和懐石をご用意しております。どうぞお手元のお献立を見ながらお食事をお楽しみくださいませ。ではまずお飲み物をご用意してまいります。少々お待ちくださいませ。それではまず初めのお料理についてでございます。すでにお二人の真ん中にご用意しております木箱、こちらがここ奥飛騨地方で古くより親しまれておりましたいろりをモチーフにした木箱でございます。中の赤い器でいろりの中の炎を表現しております。ぜひこの赤い器、お一人様お一つずつお手元にお取りくださいませ。はい、こちらが本日の先付けでございます。すったてと牛しぐれでございます。茶碗蒸しの上にすったてと言いまして、岐阜県の郷土料理ですね。いった大豆をお水ですったお料理と、お野菜のあん、そして牛のしぐれをのせて仕上げております。中央にございます紅芯大根の上から木箱の中にございますすだちもたっぷりと絞っていただきますと、大根の色がより炎の色に近づいてまいりますので、ぜひお試しくださいませ。お手元の赤いさじお使いになってお召し上がりください。ビールと梅酒をいただきました。次が土瓶蒸しでございます。中に3種類のきのことエビの新庄、そして甘鯛が入っております。
本日のきのこの種類でございますが、霜降りヒラタケとマイタケ、そして花びらタケでございます。なかなか聞きなじみのないきのこもあるかと思いますので、ぜひ一つ一つ目で見ながらお召し上がりいただければと思います。まずぜひお出汁からおちょこに注いでお召し上がりいただきまして、その後に中の具材お召し上がりください。最初にご用意しておりますすだちもとてもよく合いますので、お好みで少し絞ってお召し上がりくださいませ。日本酒3種飲み比べ1540円をお願いしました。左から白真由美、飛騨ドブ、多賀山。先ほどの先付けの時はいろりをモチーフにした木箱をご用意いたしましたが、お次はいろりバタといいまして、いろりの縁の方をですねイメージいたしました長板に取り合わせた崩落盛りをご用意いたしました。本日のお作りの魚種でございますが、右側からマグロ、カンパチ、そしてマダイでございます。お手元のお醤油につけてお召し上がりくださいませ。またお作りの他にも季節の八寸や酢の物まで長板に乗っておりますので、どうぞお献立と照らし合わせながらお楽しみくださいませ。穴子、袖寿司、鶏と干しぶどうの松風、合鴨ロース、お作り取り合わせ、焼きしめじ、みぞれあえ、エビ紹興酒漬け、いくら。お気をつけくださいませ。まず手前側に鮭のふくさ包みと、それからさつまいもをミノに見立てたホタテ新庄のミノ揚げをご用意しております。僕、季節のお野菜はししとうとしいたけをご用意いたしました。すべて軽くお味がついておりますので、お好みでレモンを絞ってお召し上がりくださいませ。レンコン餅でございます。すりおろしたレンコンと鶏肉やエビ、きのこなどを混ぜ合わせてふんわりと蒸し上げております。上からあんをかけておりますので、お手元のさじでお召し上がりくださいませ。お熱くなりますので、触れないようにお気をつけくださいませ。こちら二物召し上がりになって少々。焼き物でございます。牛のすき焼きでございまして、上部に高山市の伝統的な食材こも豆腐を合わせておりまして、割り下は東海地方の食文化に習いまして、少し濃いめの味噌味でご用意しております。1、2杯ほどで大丈夫です。お好みの味の濃さでお召し上がりください。
産地でもございますので、本日はそばのみご飯をご用意いたしました。この味噌味のとろろにもとてもよく合いますので、ぜひご一緒にお召し上がりくださいませ。またご飯おかわりもできますので、また後ほどお伺いに参ります。飛騨コンロを模した器でご用意しております。上にはコンロの上で焼いたお団子を表現した焼きマシュマロをご用意しております。コンロの右側にこの飛騨高山地方の食文化でございます醤油の味が強い塩辛めのみたらしあんをご用意しておりますので、ぜひマシュマロの上からかけてお召し上がりくださいませ。また網の下にはコンロの中の竹炭をイメージしたアイスクリームが入っております。このアイスクリームをお召し上がりくださいんですが、網を一度左側の紙の上に避けてからお召し上がりくださいませ。ではこちらで本日のお食事はすべてご用意させていただきました。この後お飲み物の伝票を発行いたしますので、お召し上がりごちそうさまでした。氷は無料です。フロントにお願いします。そろそろ休みます。おやすみなさい。おはようございます。朝温泉、好きな時に好きなだけ。窓を開けたまま開放的に浸かりたいのですが、丸見えになってしまうので無理です。大浴場の露天風呂、鎌倉のような形状なのもきっとそれが理由ですね。こちらは足湯公園。夜暗くて見えなかった小さな滝が見えます。朝のハーブティーは穏やかな暮らしのためのお茶、目覚めのためのお茶が追加されています。7時10分、山彦体操の時間です。体操は予約が必要です。見たくない方は朝食まで飛ばしてください。朝早くからお集まりいただきありがとうございます。今から奥飛騨山彦体操を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ぜひ雄大な北アルプスの自然を感じて新鮮な空気を吸って一緒に気持ちのいい一日のスタートにしていきましょう。これから行っていく体操ですが、皆様には体操をする間に意識していただきたいことがございます。それは呼吸です。しっかりとした深呼吸を使って朝起きたばかりの体を目覚めさせていきます。ではまずは深呼吸の練習から行っていきます。はい、2
の木を振り倒していくわけですが、斧を構える姿勢がございます。右手右足を前に出していただきまして、アキレス腱を伸ばすような姿勢をとってください。はい、そして膝を緩めて少し腰を落とします。そして右手前で斧を構えます。はい、この姿勢で振り下ろしていきます。はい、いい感じです。先ほどまでとは呼吸のリズム変わりまして、2拍で吸ってバクで吐いていきます。吸って吸って吐いて、吸って吸って吐いて、このような感じです。でこの時ですね、私が木こりにちなんでヘイヘイホーという掛け声をいたしますので、それに合わせて動いてみてください。一度練習してみたいと思います。いきます。ヘイヘイホー、もう一度ヘイヘイホー。あ、いいですね、こんな感じです。皆さんとってもいい感じですので、今日私ご協力いただきたいことがございまして、このヘイヘイホーの時に皆さんもご一緒にホーと掛け声をお願いしたいと思います。朝から少し辛いかとは思いますが、ぜひ元気よく恥ずかしがらずにお願いいたします。はい、では早速やっていきたいと思います。では一度力を抜いて息を吐き切ります。少し振りかぶります。いきます。吸って吸って吐いて、もう一度ヘイヘイホー。いいですね、もう一度ヘイヘイホー。ラストヘイヘイホー。ありがとうございます。右側にいい感じにカットが入りましたので、今度は左側から攻めていきたいと思います。左手左足を前にしてアキレス腱を伸ばすような姿勢、膝を緩めて少し腰を落とします。左手前で斧を構えます。では一度力を抜いて息を吐き切ります。少し振りかぶります。いきます。吸って吸って吐いて、もう一度ヘイヘイホー。ラストヘイヘイホー。ありがとうございます。皆様のおかげで木が倒れました。ではこの木を今から切って丸太にしていきたいと思います。ですのでこの斧はノコギリに変わります。ノコギリで切っていく姿勢ですが、もう一度右手右足を前にしていただきまして、今度は伸脚をするような形で後ろの足に後ろを置きます。そしてノコギリ引くときに切れますので、この後ろに力を入れて動いていきます。で、手では切れませんので、この手は腰に固定して体全体でしていくようなイメージです。このような感じで行っていきます。4拍で吸って切るときにふっと入っていきます。最後少しハードなんですが、ラストスパートをみんなで頑張っていきたいと思います。こちら左右2回ずつ行っていきます。交互に行いますので、少し大変ですが最後頑張っていきましょう。では一度力を抜いて息を吐き切ります。いきます。1、2、3、4、吐きます。ふっ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 5、6、7、8、吸いながら足を入れ替えます。1、2、3、4、吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、もう一度吸って足を入れ替えます。1、2、3、4、吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、いいですね、ラストいきます。1、2、3、4、吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8。ありがとうございます。皆さんの前にあった大きな木が小さく切れました。おめでとうございます。これで皆さんも立派な木こりでございます。はい、では少し動いて息が上がったかと思いますので、最後に深呼吸をして息を整えたいと思います。手の棒は足元に置いていただきまして、
腕を上げていただきまして、吐きながら手を後ろに回します。そして吸いながらトントントンと腰を4回叩きます。こちら木こりが腰をいたわるような動作をイメージしております。そして最後8拍吐きながら手を前に戻していきます。では一度力を抜いて息を吐き切ります。吸います。1、2、3、4、吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、吸います。1、2、3、4、吐いて、1、2、3、4、5、6、7、8、もう一度、1、2、3、4、吐きます。1、3、4、5、6、7、8、吸って、1、2、3、最後吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ありがとうございます。以上で奥飛騨山びこ体操終了となります。この後の滞在方法についてですが、おすすめ2つございまして、まず1つ目、トラベルライブラリーの中に目覚めというハーブティーがございます。こちらミント系のハーブティーでございまして、こちらをお飲みいただくこと、それから大浴場の熱湯で短めのご入浴をしていただきますと、さらにすっきりとした朝を迎えられますので、ぜひお試しください。では皆様、朝早くからお集まりいただきありがとうございました。この後もごゆっくりお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございます。それ入れますが、その後はありがとうございました。朝食の時間です。昨日とは別のお部屋です。まずお鍋なんですけれども、干し野菜と豚肉の味噌鍋をご準備してございます。このような干し野菜5種類をお入れしておりまして、飛騨ではよく保存食として干したお野菜やお漬物を入れていた、そういう歴史がございまして、このようなお鍋をご準備してございます。またサラダ膳なんですけれども、こちらはごまと湯ごまがございまして、まずはすり棒でよくすっていただき、その後ごまのすり鉢にですね、ドレッシング入れていただいて、混ぜてからサラダにかけてお召し上がりくださいませ。ドレッシング、柚子味噌ドレッシングをご準備しております。
えさせていただきます。どうぞお召し上がりになりながらお聞きくださいませ。まず右奥ですね、せいろの中に入っているものがきびの朴葉蒸しになってございます。どうぞさじを使ってお召し上がりくださいませ。また丸い器の真ん中には自家製のお豆腐がございまして、その手前が川魚のぼっか煮をご準備しております。ぼっか煮ひなの郷土食となってございまして、甘露煮の後でございます。またお膳右奥、黄色い器なんですけれども、自家製のヨーグルトにりんごのジャムをのせてございます。また空いてるお椀なんですけれども、こちらのお鍋をお取り分けになってお召し上がりくださいませ。どうぞお召し上がりくださいませ。また後ほどご飯のおかわりなどご用意をしております。干し野菜と豚肉の味噌鍋、だし巻き卵と焼き魚、大葉蒸し、豆腐生姜醤油漬け、ぼっか煮、彩りなます、しいたけ新庄、小松菜と油揚げのおひたし、牛しぐれ、ヨーグルト、飯泥棒漬け、昆布梅、お土産どころに行ってみます。くるみのつるで編まれた天然素材のカゴバッグ。客室やトラベルライブラリーで使用されているカップ。温泉いろはでいただいたお湯印帳。匠の技が施されたカトラリー。貝奥飛騨ルームキーに使用されているキーホルダー4950円。つるで編まれたアクセサリー。私も天然素材のカゴバッグが大好きで、山ぶどうのカゴバッグを愛用しています。触れれば触れるほどツヤが出てくる一点物ですね。こちらは大浴場前で使用されているノムス、岐阜県産はちみつとバラ。こちらはトラベルライブラリーで提供されているハーブティー。
お菓子は見本がなく、購入を迷われているお客様がいました。星野リゾートタンブラー。ちょっと良いものがたくさんありました。最後の温泉に浸かります。チェックアウトは12時。お世話になりました。湯量豊富で奥飛騨の山あいのゆったり時間を楽しめる。匠の技を利用した飛騨の匠に彩られた客室。飛騨牛をはじめ地元食材でこしらえる懐石料理。曲げ木を利用したバッグ制作。温泉を学ぶ勉強会。ここ奥飛騨ならではの山彦体操。星野リゾート界奥飛騨、いかがでしたでしょうか。今回は露天付き客室2名2食付き94,900円の旅でした。よろしかったら高評価、ご登録いただけますと励みになります。次回は創業大正15年、大正ロマンに彩られた3万冊の本を有する本を愛する宿。窓を開ければ海。2024年4月リニューアルされた2名2食付き54,990円の小さなコスパ最高温泉宿。皆さんに知っていただきたい興味深い宿の動画を用意しております。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。